それでは始めていきましょう。心理カウンセラー神戸正弘です。本日はですね、皆様にこちら、すぐ開運超潜在意識書き換えルーティンの著者である桑名正則先生と対談して様々なことをお聞きしてきました。自分の人生をどうやったら好転させていくのか、そのために何をしていったらいいのかっていったことをもうインタビューしてきちゃいましたので、ぜひ楽しんでですね、聞いてみてください。それではスタートです。はい、それでは始めていきましょう。心理カウンセラー神戸正弘です。よろしくお願いいたします。はい、そして今日はですね、なんとビッグゲストにいらしていただいております桑名先生です。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。よろしくお願いします。桑名正則先生ですね。よろしくお願いいたします。はい、ぜひ、自己紹介を簡単にしていただければ嬉しいと思います。ありがとうございます。はい桑名正則と申します。普段YouTube では波動チャンネルというチャンネルをしておりまして、波動を使って、人生をより良くしたり自分らしく生きたりといったそんなコツをですね、お伝えしております。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。多分、これ、はい、今皆さん見ている人たちは、ボルテックスとか神戸正弘に馴染み深い方が多くて、でその方たちって、潜在意識とか、スピリチュアル大好きなんですよね。で特にやっぱ桑名さんの、チャンネルは波動チャンネルじゃないですか。今日はですね、なぜ波動が大切なのかとか、波動の奥深さとか、そのスピリチュアリティの大切さとか、そういったところもね、ぜひ詳しくお伺いできればなというふうに思っております。はい、そして昨年の12月でしたっけ、こちらの本。そうですね。はい。潜在意識。すぐ開運超潜在意識書き換えルーティンっていったところで、出版されておりますと。この本とか、あとすでに波動チャンネルとか、で YouTube 情報発信たくさんされておりますけれども、ぜひね、その潜在意識とか波動とか詳しく聞いていきたいですね。よろしくお願いします。はい。何でもいいですか。何でも聞いちゃって。じゃあまず波動っていった言葉、馴染み薄い方ももちろん、いらっしゃる可能性がありますので、ぜひ波動とは何かっていったことから。波動とはって何でしょう。皆さん何気に感じてたり、昔からの言葉で波長が合うっていうじゃないですか。波長が気が合う人のこと、波長が合うっていうんですけど、波長って何かっていうと、全てのものは振動してるんですよね。振動でこの振動ってね、ご存知だと思いますけど、波が出てるんですよね。上に上がって元に戻って下に行って元に戻って、この上に上がってこの一つの波の長さのことを波長って言うんですけど、波長が合うっていうのは、その波の長さが同じもの同士だから、似たような波を出している人同士は気が合うんですよね。なるほどですね。これを波長が合うって言ったりするんですけれども、それと同じで人だけじゃなくて、場所にも波動があるし、情報にも波動があるし、見える現実、いろんなものに、波動っていうものがあって、で自分の今の現実っていうのは似たような波動の人がいて、似たような波動の情報が入ってきて、自分と似たような場所にいてっていうふうになる。で自分の波動が変わると見える現実、人もそうだし情報もそうだし、場所も変わっていくっていう、それは全て自分の波動と共鳴するものが広がっていってるっていうのが波動の世界の概念ですよね。なるほどですね。これ見ている方も何か問題抱えていたり、課題があったりとかすると思うんですよ。でもしかしたら今の現状を変えたいのに変えられないっていう方もいると思うんですけども、それってやはり波動なんですかね。そうですね。波動を変えていけば確実に見える現実っていうのは変わるので。なるほどですね。本の中にもさまざま波動を変える方法っていったことも書いてあると思うんですけども、特にこれが初心者にはおすすめだっていう波動を変えるための手法っていったら何になるんですか。波動って2つのもので変わるんですよ。1つが状態、それともう1つは行動なんですよね。で状態は4つに分けられて、体の状態、心の状態、エネルギーの状態、それと環境の状態、これらの4つの相互作用で
影響する。はい。でそれと行動っていうのは、はい。真言密教の言葉で真悔っていうのがあるんですよ。真言、苦行、はい離行っていう。それは人生に影響を与える3つの振る舞いのことです。体の振る舞い、口の振る舞い、意識の振る舞い、で、体の振る舞いというのはまあ行動とか身のこなしですよね。はい、で口の振る舞いっていうのは、口癖、はい、で、意識の振る舞いっていうのは何を考えているかなんですけれども、これらのどれでもいいので、ちょっとずつでも変えていけば自分の波動っていうのが変わっていくんですよ。はい、でよくあるこれをやると人生変わるよっていうのって、これらのどれかなんですよね全部。ああ、なるほどですね。例えば「ありがとう」言いましょうは口癖、はい、口の振る舞いの部分ですし、断捨離しましょうは環境を変える話だし、服装が、人は見た目が9割とかで服装を変えると変わるっていうのは体の部分だし、ボルテックスさんだったら、霊気とかある。霊気はエネルギーの部分の整えるものだし、あと宝地図だったら何を考えてるかなので、この意語、意識している部分を整えるものだったり、だからご自身で取り組みやすいところからちょっとずつ変えていくと変わってきますね。取り組みやすいところですね。でその取り組みやすいところがわからない方も結構いらっしゃって、例えば私で言ったら桑名さんの動画とか拝見して思うのが、例えば祝詞っていったものを再生してみたりとか、あと朝予祝するっていったところ、結構私はとっつきやすいなっていうふうに思ったんですよね。その朝から波動を変えるためには何が必要かっていったこともぜひお伺いできればなと思います。朝はですね、一番おすすめなのは朝を軽くでいいので散歩することですね。散歩なんですね。朝日浴びるとすごく幸せホルモンも分泌されるし、で、生活環境の部分で言うと、朝起きて、朝日を浴びて、そこからね確か15時間後ぐらいに眠気が来るようになってるんですよ。ホルモンのタイマーセットみたいな感じですか？そうなんですよ。でやっぱしっかり寝るってめちゃくちゃ大事なので、しっかり寝るのは朝日浴びることから始まるんですよ。すごい。寝るには朝日なんですね。そうなんですよ。面白い。そうでウォーキングすると単純な反復動作って幸せホルモンのセロトニンが分泌されやすくなるので幸福度上がるし、で僕よく言うのは僕もいろんな人の相談乗ってて、人生が混乱してる人ってお風呂ちゃんと入ってないんですよ。そうなんですね。シャワーで済ませる人がすごく多いんですよ。そうなんですね。知らなかった。でお風呂入りましょうって言って、でお風呂ってすごく効果が良くて、体温まるじゃないですか。そうですよね。で深く呼吸するじゃないですか。そうですね。どっちも波動が上がる行為なんですよ。なんか強制深呼吸みたいな感じでもありますね。波動整うんです。で汚れも出せるし、あとお風呂の水圧って結構体に心地いい水圧で血流も上がるって言われてて、だからお風呂入りましょうってよく言うんですけど、でその後ちゃんと寝る、これだけで全然違うんですよね。お手軽ですね。特別に何かするっていうわけでもないですからね。日常生活ですもんね。整える。お風呂には何かバスクリーンとか海由来の塩を入れると海由来の塩ですね。バスクリーンではなく浄化されるので、いいですよね。で朝のね習慣の続きですけど、あと朝僕は毎日ツイッターで皆さんにやってもらってるんですけれども、それこそ朝の予祝で、僕今日これをなんか決めましょうみたいな、今日もありがたいこといっぱいだったなって言ってみてくださいとか、そういうことを。それは有料のなんかプランで？いやもう無料で僕のツイッターのアカウントでやってるので。そうなんですね。じゃあフォローすれば。そうですね。そこに参加いただければ。あと、そうこれは朝だけじゃなくていつでも手っ取り早くできるんですけど、口角を上げて上を向いて深呼吸です。上を向いてもうやってくださいね、ぜひね皆さん。なんか嫌なことあったら口角上げて上を向いて深呼吸すると状況がね好転していくんですよ。簡単ですね。簡単です。そういうちょっとしたことで変わってきますね。波動が変わる、周波数が変わっていくっていうことなんですね。これちょっと打ち合わせでも何でもなかったものなんですけども、周波数って四季
四季折々とかも周波数はい、ですし、月っていったところも、うんもう立派な波動じゃないですか。はいはいで月っていったものって人間の生活にすごく密接に関わってると思うんですけども、それこそ満ち引き、はい、月の引力によって波が起きているっていうのも現実だと思うんですけども、この波動と月の関係性とかって何かあったりとかするんですか？まあ感覚的なお話なんですけれども、やっぱ月の影響っていうのがあって、で満月の夜なんかは、まあスピリチュアルな人はね、満月の中でパワーストーンをね、浄化したりとかってよくやられますけど、やっぱ満月の日は浄化力はすごく上がりますよね。あ、そうなんですね。だから僕のチャンネルでは、満月の日から48時間で、満月のお清め浄化瞑想動画っていうのを上げてるんですけど、それ毎回そうですね。すごいですね。そんなんでやっぱ満月の力を借りると浄化はされやすいですね。ああ、なるほど。そのお風呂に入る、で自分の要は環境とか、体の状態とか変えていく、すごく密接じゃないですか。でそして月の影響っていったものはどっちかって言ったら見えるけれども、その遠く離れていて、なんだろう、受けてるのか受けてないのかっていったところが測りづらいところでもあるとは思うんですよ。でもその自然の力を借りるっていったものはやっぱり、波動、そうですね、高めるためには有用なんですかね。自然の中やっぱ波動高いので、だからなんか心が疲れた時には海に行くとすごく癒されるんですよね。海近く住まれてますもんね。だから海ってやっぱ母なる海とよく言いますけど、海の成分は羊水と一緒とかね言われたりしますけど、海の方に行ってしばらく深呼吸して半日ぐらい、そうするとなんか心が安定してくるというか。確かになんか辛い時海行くイメージありますよね。そうですね。昔僕キャンプ好きなんですけど、今は全然行けないですけど、昔関西にいた頃にすごく大好きな京都の方の海があって、で毎年そこにキャンプに行ってたんですよ。で、これはいいとこだからワークショップしようと思って、でワークショップ皆さん連れて行ってやって、でただ何かやることはもう2つなんですよ。楽しめといいっすね、海に浮いとけだけこれで変わるからっていうそんなんしたんですよ。そしたら、すごく仕事が忙しくて、鬱になって休職してで休職明けで、会社に行きだしたけど、まだしんどい状態の青年が来たんですよ。で、来てで海浮いてたらいいよって言って、そしたらその彼2日目はもう躍動してて楽しいって言って、そこから彼すごく変わっていったんです。その彼は、自分の中にある波動が、なんていうもうおかしくなってたってことなんですかね。そうですね。なんかもういろんな自己否定とかそういったものですごくしんどかったんでしょうね。それ本来の周波数ではない。そうですよね。まあでもとはいえ、悩みの元が解決したわけではないんですけど、それはカウンセリングとかでねやった方がいいとこが罪悪感感じやすかったりとか、そういうのがあったので、それは別途必要なんだけど、でも海に入るだけですごく元気になっていいっすね。もう海水浴とか遊びに行ってるようで、実は浄化とか波動を上げる。うわ、すごい。あと僕の知り合いでパン屋さんがいるんですけど、なんか電話かかってきて、1週間スランプでパンが焼けないんですよ。大変で、分かったっつって、今は僕直接お清めとかできるのでやれるんですけど、当時はできなかったので自然の中で水のすっごい綺麗な場所があるんですよ。でそこを連れて行って半日ぐらい一緒にいろんな話してぼーっとしてて、でじゃあ帰ろうっつって帰って、そしたら次の日からパン普通に焼けるようになってやっぱ自然の場ってやっぱすごく波動高いので、すごいですね。リセットするにはいいですよね。普通になんだろう、そうやって相談があるじゃないですか。そのパン焼けなくなっちゃったんだって、なんか
アドバイスとかになっちゃうと、なんか一番簡単なパンから焼いてみたらどうとか、好きなパンを焼いてみたらどうってなっちゃうじゃないですか。でも波動を整えていくと、なんだろう、簡単ですね。そうですね。お手軽というか、そうですね。なんて言ったらいいかな、すごくナチュラル、自然な感じで問題解決に向かっていくイメージなんですかね。そうですね。なんか、亀さんなんか心の部分のね、大元の部分、クリアにしていくっていうのをされますけど、なんか結局まあ自分なんだけれども、現実はやっぱ変えたいときに、見える現実って波動で全然変わるんですよね。で、波動を整えていくと、問題がある時って問題のある波動世界にいるんですよ。で波動を変えていくと、問題のない波動の現実にアクセスすると、問題が形を変えてなくなったりするんですよ。すごいいいですね。でそれが自然に、自然に、まあ自分でできるんであれば自然に行ったりとかっていうのはありますよね。でそういったところに行けない方はやっぱり、ノリトとか、その桑名さんの動画を見ると波動っていったものはやっぱり同じように整っていくんですか？そうですね。まあ満月の日のやつとか、新月の時には祈り誓い瞑想動画っていうのをやるんですけど、その時も浄化はしてて、そういうのをやっていただくと整うのと、僕は、朝の祝詞、朝起きた時に聞くといい朝の祝詞と、夜寝る前に聞くといい夜の祝詞っていうのを、YouTube で配信してるんですけど、あれ何してるかっていうと、波動を整えてるっていうよりかは、心の中で自動的に流れてくる言葉ってあるじゃないですか。無意識の言葉で言ってるんですけど、それって、もう癖になってるんですよね。で、特に夜寝る前に聞くといいのにと、毎日3ヶ月とか聞いてくると、みんながなんかこういう時自己否定しやすいだろうなっていうところを否定の方に行かないようにする言葉にしていってるんですよ。すごいですね。それを毎日聞いていくと、それを寝る前みんな自己否定しながら寝るのでどんどん強化されるじゃないですか。そうですよね、自動思考で。でもそうじゃなくて、今日あなたは自分を生き切ったんだみたいなね、そんなことを聞くのを毎日聞いていくと、ちょっとずつなんかブレーキがかかるんですよ、悩みそうなところ。いやこれでいいんだみたいな。そしたらちょっとずつ心の中で流れてくる言葉っていうのが変わっていくので、そんなことをやってますね。それがやっぱりこの超潜在意識っていったところにつながってくるんですか？そうですね。ぜひ超潜在意識書き換えについてもちょっとお伺いしてもよろしいですか？そうですね。潜在意識書き換えってよく言うんですけど、なぜ超かっていうと、潜在意識は書き換わらないから素敵です。何かっていうと、瞬間的になんかこういうことがあったらこれって自動的に人は次のなんて意識を選んでいくというか、それって全部過去の記憶なんですよね。記憶データで、それは脳の中に入ってるんですけど、この記憶って一回入ったら消えないんですよ。でいっぱいある、例えば愛っていうもののフォルダーがあったとしたら、私は愛されているって、唱えていけばそうなるってよく言うじゃないですか。よく言いますね。でもこの愛っていうフォルダーの中には、愛された記憶と愛されなかった記憶、どっちも入ってるんですよ。両方とも。なぜなら潜在意識は否定形が理解できないから。なるほど。同じフォルダーに入ってて、で愛されているっていうと、ほとんどの人はまず愛されてない記憶が出てくるんですよね。そんな感じでいっぱいある中の特定のものが出てくるようになってるんですよ。で、超書き換えって何かっていうと、記憶は消えない、ただ何にアクセスするかっていうのを変えていくことができます。なるほど。今私勝手に VHS のビデオテープを思い出したんですけども、愛というタイトルがついているものでも、愛されなかったっていうビデオテープじゃなくて、愛されたっていうビデオテープを選べるようになるっていうイメージですか？今まで瞬間的に愛されなかったを選んでたんだけれども、でもビデオテープ自体は残っているので、結構あるのが、書き換えたと思ってたのに、あれですごく楽になったのに、
またこんなことがあって自己否定になってる、あれは書き換わってなかったんだろうかって思う人が結構いる、いらっしゃいますよね、やっぱりね。でもそれは新しい記憶は入れ込んでたんだけれども、例えば体調悪いとか、例えば嫌なことがあってむしゃくしゃしてるとか、波動が下がってる時ってやっぱりネガティブな記憶が出てきやすくなる。出てきやすい。そこで書き換わってなかったって思っちゃったらまた元戻るので、そうじゃなくて書き換わらないんだよと。なるほど。どっちもあるから。あるから。で超潜在意識書き換えルーティーンでお伝えしているのは、まずはこのネガティブなものにアクセスしやすくなる要因を少なくしましょうと、それプラスそのポジティブな記憶を入れ込んでいきましょうと。そしたらこっちにアクセスしにくくなってこっちが出やすくなるので、見かけ上書き換わったようになるっていう。なるほどですね。ある意味、だから書き換えというより完全にコントロール、そうですね。ですよね。潜在意識っていうか、その瞬間何を意識するかっていったことをだんだんとコントロールできるようになっていく。そうですね。便利な自分になっていきますね、これ。そうなると調子悪い時ネガティブな自分出るじゃないですか。出ます。で書き換わったと思ってたら、なぜこれが出るのって思っちゃうんですけど、このメカニズムを知ってたら、あ、こっちが出ただけなんだ、じゃあちょっとちゃんと寝ようとか。なるほど。いや、その出てきたことに怯えないで済む。そうですそうです。ちゃんと寝ようと思ったりとか、今自分満たせてないのかなとか、すごい。で自分のコントロール方法も分かってくるというか、そんな感じですよね。いや、世の中、自分自身で潜在意識コントロールできるっていうふうに理解している人少ないと思うんですよ。確かに。やっぱりね、いろんなお客様が接してきていますけれども、人のせいあの人がこうだから私はこうなっちゃったんですっていう相談もかなり受けるんですね。でもそれすらもある意味、そのアイフォルダじゃないけれども、自分が意図して潜在意識をコントロールすることによって捉え方を変えられるっていうふうに言っちゃってもいいですか？そうですね。すごいですね。だって僕、波動のこと伝えてますけど、でね、口角上げて上向いてって言ってますけど、全然愚痴りますもんね。なるほど。ダメな部分も自分の中にもちゃんといて、それもちゃんと見えてるっていうか。そうですね。なんか僕は自分の中で、人見知りで引っ込み思案な僕もいるんですよね。でも商売柄セミナーとかがあったら気さくな僕も、YouTube とかでも気さくな僕を演じる。でじゃあそれが嫌かっていうと、それはそれで自分の中にいて楽しいし、皆さんと飲み会とかも好きなんでね、皆さんと交流するのも楽しいんだけれども、それをやってると引っ込み思案な僕がストレス感じるんですよ。確かに。でこれをこのまま持ったままストレス感じたまま他のことしようとすると嫌になるんですよね。嫌ですよね。だから僕はその引っ込み思案な僕、一見すると、ネガティブかもしれないんですけれども、その自分のストレスを発散するっていうこともしてて、だからどっちもいてどっちも大切な僕。両方とも愛してる感じなんですかね。ネガティブな自分も受け入れて、でそしたら何してるかっていうと、一人で飲みに行って、ただただ陰にこもるってやつそれが僕なりの癒し方。すごい。飲みに行ってもうカウンターでただ漫画読んでるとか、素敵。 YouTube 見てるとか、で店員さんにも話しかけないようオーラをね、いや今気さくは出したくないんだっていう。そんないろんな自分がいるんでしょうね。なるほど、めっちゃわかります。だからそうすると否定的な部分が出ても別に、今ただそういう時なんだなって思うだけだし。いや本当にやっぱり多くの人が感じてるのが、ネガティブな自分はダメだから潜在意識を書き換えなきゃいけない。確かに、なんか完全自己否定みたいな感じになってますよね。そうですね。でそういった悩んでる自分に批判的になっている、よくない陰にこもってる自分を批判的になってると、なんかどんどん落ち込んできますよね。確かにそうですよね。結局、で私もセミナーとかで、やっぱり社交的な自分出すけど、すごく引きこもりなんですよ。
僕も一緒ですよね。はいや確かにおっしゃってること分かって、人前で喋ってるの大好き、はい、だし明るく喋ってるの大好きなんだけど、だからいや人から見たら絶対二重人格って思われるだろうなってぐらい、はい、もう誰も来ないでみたいな、はい、でも大切にしてる気がします、はい、私も。そうですよね、よかったんですねそれで。それでいいですよ。だってそっちがあるから社交的な自分を演じる。なるほどです、でもどっちも自分だから演じてるというかどっちも自分なんですよね。はい、これ片っぽ批判的になっちゃうと両方潰れちゃうみたいなこともあるんですか？ありますよね。あるんですね、はい、いやすごいですね。この本の中にも書いてあるんですけども、これ言葉合ってるかどうかなんですけども、そのままで素晴らしいっていった言葉も書いてあったと思うんですけども、そうですよね。はい、本当にやっぱこうしなきゃダメとか、こうせねばならぬ、こうあるべきだみたいな感じで、なんか理想があって、そこに届いてない自分みたいな感じで、やっぱり悩みを膨らませてしまう人多いと思うんですよ。でもこれってじゃあその夢とか目標とかに到達しないとダメなんですかね？いやそんなことはないですよね。今の自分がそのままでまずは完璧なので、そのままで完璧と禅の言葉で昔僕が、プロデュースさせてもらった先生がもうお亡くなりになってるんですけど、教えてくださったんですけど、仏向上っていう禅の言葉があるんです。仏様が向上するって、でも仏様って完璧じゃないですか。そうですよね。完璧な仏様が向上するって、一見すると矛盾してるんですけど、そうじゃなくてこの仏向上っていうのが人の生き方なんだよって教えてくれて、何かっていうと完璧な仏様がさらなる完璧な自分に発展向上を遂げる。でこれは自分たちもそうで、人の中には仏性というものがあるんで、だから今のそのままの自分が完璧で、それはそれでよくて、でもさらに完璧な自分がいるから、その自分に成長していきましょうっていうそういう考え方で、だから欠けてる自分がいるからより完璧な自分になって完全になるんじゃなくて、欠けたそのままの自分がまずは完璧なんだっていう。そういう考え方ですよね。仏の道についつい手を合わせちゃいますけども、多くの人が、要は悩んでる方の多くの人が、過去こうしたかったとか、過去これをやってしまったからとか、すごく過去っていったものを後悔する方多いんですよね。で今はじゃあその欠けていても素晴らしい、そのままでも素晴らしいけど、過去はどう扱っていけばいいんですかね、もし後悔するようなものがあった場合。自分のことに関して言うと、今からその自分を全て受け入れて成長していけば、どこかで、あれがあったからに変わっていくんですよね。なるほど。今の状態ではそれがないので、とりあえずは今はその過去をどうこうしようっていうのはもうとりあえずもうこれはしょうがないんだっていう。で、そこから今の自分を認め、より完璧な自分に発展向上を遂げていったら、僕のバイブルにしている本の一つで「全ては今のためにあったこと」っていう本があるんですよ。で本当その言葉の通り、全ては今のためにあったんだっていう、そういう風になるんですよね。それと過去、例えば人を傷つけてしまったとか、なんか迷惑をかけてしまったって後悔してたり、それに自己否定してる人多いんですけど、それはそれでもしょうがないですよ。そうですね。それはそれでしょうがないんだけれども、自分が成長していくとその人に似た人が来たりするんですよ。あれはなんででしょうね。人生に現れたりする、似たような雰囲気とか似たようなことで悩んでる人とか、でその人に全力でサポートするとか、全力で応援することで、ちょっとどこか心はでも晴れないんだけれども、ちょっと何か過去のそれが役に立つというかね。だからといってその罪の意識とかそれは絶対消えないし、多分人に迷惑かけたことは決してはいけないと思うんだけれども、その消せないことがこの人への応援につながるしっていうふうに変わっていくので、生かすと、過去を生かすと。だからどっちにしても今の自分を認めて成長するしかないですよね。どっちにしても。だからあれなんですね、冒頭にも書かれていますけども、書き換えるとかじゃないと、そうっていった話なんですね。その過去を消すとか、書き換えるっていったものは
何かこう活かせないイメージも出てきますしね、未来にね。そうですね、いやー奥深いですねこれはとても。マイナスを受け入れている人の方が人に優しくなれますし、そういう人のそばにいると癒されますもんね。癒されますよね。マイナスを持ってるってすごく実はギフトだったりするので、それは自分の中で大切にしてあげるといいですよね。いいですよね。もう桑名さんとお話こう聞いていると、達観されているなっていったことをすごく必死に生きてます。必死多分今これ聞いてくださってる方たちは、いやそれは桑名さんだからいける世界ですよねみたいな風な解釈にもなっちゃったりとかするんですけども、それを思っちゃう人でもやっぱりその一日の過ごし方とか変えたらやっぱりこううまくこう思考とか波動を整えることができるっていうことでいいんですかね。まあそうですね。いいですね。じゃあちょっとね聞いていきたいのが、今日動画拝見して気になったキーワードがあってですね、何かこう滝の方に行くと、なんか自然のエネルギー、いただきに行くのかなっていうふうに思ってるんですけども、桑名さんがよりこの世界に貢献するっていう感じでもあると思うんですけれども、そのもう1,000人以上の方のために代わりにこう滝行行かれるっていった感じで聞いたんですけども、どのような世界観で、そのね肩代わりしてその滝に打たれに行くのかなって言ったらちょっとお聞きしたいんですよね。なんすかね、滝行祈願っていうのを今度してくる。滝行は僕明日から合宿に行ってくるんですけれども、その中で滝行するっていうことをします。修行は僕ずっとしてるので、どうせなら皆さんの祈願をお聞きして、それを代わりに祈って滝に打たれながら祈ってこようかなって思ってるだけなんですけど、僕も本を出版したりとかこれまで、滝行祈願キャンペーンは3回やったのかな、で今回はチャンネル登録8万人いったので、それのお礼がてら行くんですけど、過去のも本を買ってくださったことへのお礼なんでしょうね。で、チャンネル登録なんて、8万いったけど自分では無理じゃないですか。8万人が登録しないと当たり前ですけどね、人のおかげっていったところですよね。登録しないと無理なので、だからお礼ですよね。おかげさまというか。なるほど、おかげさまお礼っていう感じですね。そうですか。もうお話を伺ってると、そのお礼とかおかげさまの概念が染みついてますよね。そうなんですかね。生き方に。でそれをやっぱり傍らでお聞きしていると、いやすごい偉大なそうですかねことされているなっていったことを思っちゃう。その多分全部は読み上げないとは思うんですよ。でもその思いを背負っていくっていったことで、多分たくさんの方前回とかもその滝行で結果出されたっていうか、なんか喜びの声ってありましたか？いっぱいありますね。なんかね、がん消えたとか業績回復したとか、受験合格したとか、運命の人に出会ったとか、夫婦仲良くなった、いろんな喜びの声はいただいてますよね。多分それってこれイメージなんですけども、ある意味その波動を整えることを肩代わりしてるわけじゃないですか。そうですね。ある意味、これって伝わるもんなんですか、やっぱり。やっぱ今回のは今のところ1,200名ぐらいの方が申し込まれてるんですけど、やっぱね、やってみて分かるのが、めちゃくちゃ重くなりますね。それ水が重くなる感じですか？それともなんかエネルギーなんですかね。そんだけすごく背負うみたいな、なんか間接的に浄化をしたりとかっていうのになってるんでしょうね。なるほどですね。それはありがたいことですよね。8万人登録者数ってやっぱりすごい数じゃないですか。やっぱりたくさんの人の期待とか思いとか、あとはこれからのなんか未来こうなっていきたいっていうその願いとかもいろいろ含まれている人数ですよね。やっぱり1万人超えて5万人超えて8万なっていくってなると、やっぱ業界の中でも
有名、もっともっとこう著名なっていった部類になっていくと思うんですけれども、その中でも、ね、そういった滝行、っていったこともやったり、他には何かやったりとかするんですか？そのお礼とか、その登録者に向けての。でもライブ配信したり、ライブ配信もされてるんですね。ライブ配信して毎回、質問をいっぱいお答えしたりとか、そういうことはしたりしてますね。その切り抜きは見ました。オンタイムでは見ていないんですけども、そうなんですね。なんかでも、そうお話ししながらちょっと思ったんですけど、僕別になんかすごい才能があって華麗に成功してとか、そういうのとは全然違って、自分で成功してるとはもう全然まだ思わないですけど、でもここまで来たのはすごく泥臭く、地道にやってきて、亀さんもお話聞いてるとね、結構似たような感じだったなと思うんですけど、でその僕はいつもコツコツすることをお伝えはしてるんですけど、で滝行も本当はあんまり見せたい姿ではなかったんですよ、今まで。そうなんですね。僕は裏で頑張るっていうタイプなので見せずに。でもなんかコツコツやるとか、ここまでしてやってるんだよっていうのを、左うちわじゃなくて、そういうのを見せることでなんか自分もやれるかもとか、自分もそうやっていこうって思ってもらえるかなっていうのはありますね。それをお見せしてるっていう。もう完全にリーダーですね。いやそんな自覚はもうないですけどなんだろう、叱咤激励とか、要は口でああした方がいい、こうした方がいいっていう感じではなく、この生き方とか、やっぱり生き様、あり方っていったところで、こういう世界があるんだよっていったところを伝えていってる感じなんですかね。そういうのは感じてもらえたらいいなと思いますね。いやいいな本当にその誰もがその波動を変えて、そのコツコツ桑名さんのように生き方を変えていきたい方はこちら、ありがとうございます。Amazon でも売ってますね。Amazon のリンクコメント欄とか概要欄に入れておきますので、アクセスしてすぐに買ってください。この動画を見ながらぜひ買っていただければなというふうに思います。あとレビューね、Amazon レビューぜひしてくださいね。実践した後ね。っていった形でこれ熟読させていただきましたけれども、本当に桑名さんの人格を表すように優しいんですよ。そうなんですか。すごく優しい。全然わかんないですけど。ご本人はねわからないかもしれませんけれども、すごく優しくて読みやすくて分かりやすいので、誰もが実践できます。もうこれ実践できなかったら、確か桑名先生はサロンやっていらっしゃるはずなので、サロンも波動クラブは浄化するだけのところなんですけど。でもいいですよね。それはリンクがある？それはリンクあります。じゃあ貼っときます。それも貼っときますんで。4月22日に3ヶ月ぶりに募集開始するので。そう前お話伺ってたんですけども、その定期的にしか募集しないってことをおっしゃってますもんね。すぐいっぱいになるのでありがたいです。4月22日ですか？22日タイマーセットですよ。19時タイマーセットで争いですよじゃないけどもぜひぜひこの桑名先生のお人柄とかに惹かれていったりとか、やっぱり波動調整っていったところを日々やっていって、人生をより良い方向性に向けていきたい方は本当にね、情報チェックしてください。で桑名さんのYouTube のリンクも貼っておきますので、ぜひ今のうちに YouTube チャンネル登録しておいていただければなというふうに思います。さっきね亀さんとの対談を取らせていただきましたので、ぜひご覧ください。ぜひぜひ。ちょっと涙出そうになって危なかったです。ありがとうございます。桑名さんのチャンネルの方には私の方、インタビューしてくださっているものがアップされていますので、ぜひよろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。楽しかったです。いや本当にすごく楽しかったんで、またぜひぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは
はいこれで今日は終えていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、失礼します。はい、失礼いたします。バイバイ。はい、それでは皆さんいかがでしたか？もう私は桑野先生も大好きになってしまって、ちょっと今度一緒に食事とかも、行くんですけれども、こんなやっぱりこの波動というものを真摯に捉えて、ここまで分析して日常に落とせる人っているんだなっていったことを、今回ねお話を伺いながらすごい学びになりました。そして桑名さんのですねチャンネルの方で幹部の方もですね、うまく相談できない自分にさよならする本、こちらのインタビュー、受けさせていただきましたので、そちら概要欄の方にですね、URL 貼り付けておきますので、ぜひ今すぐアクセスして見ていただければなというふうに思います。そして、桑名先生のチャンネル登録もですね、ぜひしておいていただければなというふうに思います。もちろんね、もうすでにチャンネル登録してるよっていう人もいるとは思うんですけども、ぜひぜひ。はい、そして今回のこのコラボ対談、楽しかったよとか、すごい勉強になりましたっていったことですね、ぜひコメント欄にですね、投稿していっていただければなというふうに思います。やはり私自身も潜在意識、そして周波数っていったものの専門家っていった話になってきますし、桑名先生もですね、もう波動っていったことを扱い続けてもう10年以上、経っているわけですよね。そういったところで、やっぱりこれからもね、桑名先生といろいろね、一緒になんかやっていきたいなっていうふうに、個人的に思っています。また何かね、楽しいこと、面白いことね、やっていきたいなというふうに思っていますので、ぜひ引き続きこのままね、次の動画に進んでいっていただければなというふうに思います。それでは、バイバイ。